言語は言葉の海と例えられますよね。一つの言葉を釣っても、それを逃がしたら自分のものにはなりません。実際みんな経験してると思います。せっかく覚えたはずの言葉がなぜか逃げてしまいます。こんにちは、ペドロと申します。15年以上日本語を独学してて、12年以上日本に住んでます。この動画では何回勉強しても、なぜいくつかの言葉を覚えられない理由と、どうすればいいかについても話していきたいと思いますので、よく言葉を忘れる人は最後まで見ていてください。まず、なぜ言葉を忘れるかについて話していきたいと思います。みんな暗記っていうやつ使ってますでしょうか？使ってる人が多いとは思うんですけど、その暗記に言葉を入れても覚えられないっていう現象を感じたことありますか？自分がそう感じるんですけど、今の学習方法って大量生産、その暗記のカード大量生産されることが優先されるんですよね。質よりも量が優先されてると感じてます。その質よりも量が優先されると、一つ一つの言葉に対しての思いが薄くて、それでその言葉が頭に入ってこないと僕は思いますよね。量よりは質が大事で、それぞれ一つ一つの言葉と深いつながりを持つことが大事だと思います。この深いつながりという表現を覚えておいてください。結局、その忘れられない言葉、一回だけ勉強してずっと忘れない言葉ってあるんじゃないですか。それと同時にもう何回も何回も見てもなぜか覚えられない。結局その忘れられない言葉の特徴としては、その言葉と深いつながりを作れたか、そもそもその言葉がもう使われすぎて、もう一般的すぎて、でも覚えてしまう言葉です。例えば、ですとか、そのようなもう毎日全ての文章に使われる言葉。で、初心者とかはね、その最初日本語を勉強し始めるときに、みんなあるんじゃないですか。全然そんなにいっぱい使われる言葉ではないのになぜか覚えてしまう言葉がいろいろ出てくるんじゃないですか。それは多分初めて日本語を知る喜びからその深いつながりを持つことによって難しい言葉でもいくつか覚えてしまうという現象だと思うんですよね。自分も暗記を今はもうやってないんですけど何年もやってて、その暗記に入れたカードの中で僕いつも文章で入れてたんですけどね、単語だけじゃなくてその見つけた文章をそのまま全部入れてたんですけど、どうしても覚えられない。何回毎日それがレビューに出てきてももう失敗フェイヨみたいな、その覚えられない方に行っちゃってたんですよね。いろんな言葉が。でそれはその言葉と深いつながりを持ってなかった証だと思います。一つ覚えてるのはささくれっていう言葉知ってます？その木材の繊維が剥がれる時のその剥がれてる部分のことを言うんですけど、昔はそれを全然覚えられなくて、そのささくれっていう言葉はどっかの小説でその言葉を覚えて暗記に入れたんですけど、その時はカバンのささくれ、誰かのカバンにそういうささくれみたいのがあったから、それはその小説では大事な情報だったんですけど、それ以外ではあまり大事じゃなくて現実性がなかったかもしれないのでずっと覚えられなかったんですよね。で実際に数年後ベッドフレームを買ったんですよね。ベッドフレームで、そのベッドフレームにすのこ、マットレスを置くすのこがあるんですけど、そのすのこはささくれみたいのがありますので注意してくださいっていうのはいろんなその商品のレビューに書いてて、ささくれがあるんですよね。で実際にずっとささくれの対策、もし自分が買ったベッドフレームが届いた時にそういうささくれがあったら、なんか組み立てる時にそれが刺さらないようにどうしたらいいのかとか、そのささくれをなくすすのこをきれいにする方法とか何があるとかいろいろ調べてたんですよね。それでこのささくれという言葉と深いつながりを持つことになって一生忘れないと思います。このささくれという言葉は。それは深いつながりを持つ一つのきっかけです。
で、今までの話を聞くと、じゃあこの人は暗記はしなくていいと言ってるのって思われるかもしれないので、ここで言っておきたいことがあります。僕は暗記がその言語学習に必須ってわけではないんですけど、ためになる道具だと思います。使うべきだと思います。ただその使い方は大量生産ではなくて、自分で考えて自分で見つけた言葉を一つ一つと深いつながりを持って暗記に入れた方が結局覚えられるようになります。じゃあどうすれば覚えやすくなるか、どうすればこの深いつながりを持てるのかについて話をしたいと思います。さっき言ったように言語は日本語もそうですけど言葉の海、言葉はもういっぱいで一つ一つ覚えるには割く時間が限られてます。早く深いつながりを持ちたいと思うのが当然です。なのでそのいっぱい覚えるのと効率よく覚えるのバランスを測ることが大事だと思います。で、一番シンプルなのはイメージすることです。一つ例を言いたいと思うんですけど、精密機器という言葉をご存知でしょうか。機器っていうのはあれでね、機械みたいなもんで、精密っていうのはすごく細かい機械を意味するんですよね。でもその精密って覚えにくい言葉だと思うんですよね。だからそもそも精密を機器と一緒に覚えた方が覚えやすいと思いますし、で実際日本ではね、その荷物を送るときにもし精密機器があれば、そういう精密機器のシールみたいの貼れるんですよね。なので暗記とかやった時も精密機器っていう言葉、そのか精密か機器かの言葉を覚えるカードを作る時にそのシールの画像も一緒に貼ればつながりを作るきっかけになるかもしれません。それかカードの裏の部分に自分のイメージしたことを書く。画像とかも有効ですけど書くことも大好きなので、例えば自分がその言葉ね、どこで見つけたか、どこで見たかを具体的に書くと後でもっと覚えやすくなります。プラス時間をかけてそこのカードの裏に書くだけで、覚えなかった時にもう一回そのイメージし直して少しずつレビューしていったらその言葉が覚えやすくなると思います。ぜひ試してみてください。で、最後にこの動画を作ったきっかけ、ある動画にはね、コメントがあったんですよ。その動画では5つの言葉をね、小説でよく出てくる言葉を説明してたんですけど、気になったコメントがあって、その人はじゃああなたの動画では5つの言葉が紹介されてるんですが、同じ時間を使って Google で20以上の言葉を勉強できると思いますが、それだったらあなたの動画を見る必要がありますかみたいなコメントだったと思うんですよね。その人の言ってることがわかります。ただ自分はその動画ではまさにこの深いつながりを持つきっかけを提供したいと思ってその動画を作ったんですよ。その動画を見ることでその5つの言葉がイメージしやすくなって覚えやすくなったら、その15分が長くないと思います。ちなみにその動画はこの動画です。もしまだ見ていない方がいればぜひ見てみてください。ではまたの動画でお会いしましょう。さよなら。